今回のつなぐ音程レベルがですね、半端ないですね。ここだけでもう練習で苦労しそう。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ライブツアーアンタイトルより嵐のつなぐ、こちらのですね、歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ5月のですね We Are 嵐でも披露された嵐のつなぐ、こちらめちゃくちゃかっこいいですよね。絶対に歌声分析動画を公開しようって思っておりました。僕の中で大好きな一曲なので、いつも以上に徹底的に分析して細かく解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速嵐でつなぐ歌声分析 GO！ 相変わらず大野くんの歌声素晴らしいですね。歌では3つの代表的な声を響かせるポイントがあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この3つにはそれぞれ役割があって、胸腔共鳴が声の太さと声のパワーのコントロール、口腔共鳴が主に言葉の輪郭のコントロール、そして鼻の鼻腔共鳴が声の音色のコントロールです。大野くんの歌声はですね、鼻の鼻腔共鳴、こちらが中心になってます。鼻に声を通すようなイメージの発声方法かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。誰だってそう僕がやるとこういう感じになるかな。そして全体的にですね、音を切るように歌うスタッカートっていうテクニックも使ってます。誰だってそうではなくて、誰だってそうこういう感じで歌ってますよね。音を切ることによってバックのかっこいいサウンドに歌の雰囲気を合わせているんですよね。こういう細かいところもさすがですよね。二宮くんも声の中心は鼻腔共鳴になってるんですけど、大野くんとはちょっと違う声の作り方をしてます。どう違うかっていうと、鼻の中の空間をですね、広げるような体の使い方をしてるんですよね。こういった音色の作り方。この鼻の使い方から生まれる個性的な歌声がまたたまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。矛盾を超えてみたいな、こういった声質の作り方。Mr.Children の桜井さんの鼻の使い方に非常に似ていますね。で、二宮くんもですね、かっこいい雰囲気を出すためにスタッカート使ってました。最後のこの運命のところで一気に柔らかい声に変えてますよね。この声質コントロールもやばいですね。ここで声を出す方向のイメージを変えたんですよ。どう変えたかっていうと、後ろにですね、声をぐっと引くようなイメージで歌っています。声を出す方向のイメージによって歌声って大きく変わります。前方向に出すと力強い声。そして自分の顔をですね、分度器としてイメージしてもらって、0度から180度に向かうにつれて、どんどん柔らかい声に変化していきます。先ほども言ったように、この運命のところで後ろにぐっと声を引いたイメージで歌っているので、とても優しく、そして色気たっぷりの雰囲気になってますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。で、少しだけなんですけど、歌声にですね、息の音を混ぜてるんですよね。この運命みたいな。これをウィスパーボイスって言います。ため息をしながら歌うような感じかな。
変わらず相葉くんの歌声も美しいですよね。この鼻声の音色を感じ取れるぐらい鼻腔共鳴の音色をですね、強調すると歌声が美しくなるんですけど、ただ一般的にはですね、鼻腔共鳴の音色を強くすればするほど声って細くなるんですよね。幼い感じになるっていうか。でも相葉くんの歌声って鼻腔共鳴を中心にしても細くならないんですよ。ここがすごいですね。で、鼻腔共鳴を中心って言ったんですけど、厳密にはですね、肺の胸腔共鳴の音色、こちらも使ってるんですよ。鼻腔共鳴で美しさと色気を歌声に乗せ、胸腔共鳴で大人っぽい雰囲気を歌声に乗せているんですよね。ものすごい歌声です。もう一回聞いてみましょう。危うく揺れる。いや、僕がやってもできないですね。声が細くなっちゃう。いや、ほんとすごいですよ、相葉くん。ここはじゅんくんと桜井くんのデュエットパートなんですけど、2人の歌声の一体感素晴らしすぎませんか？一瞬一人で歌ってるんじゃないかって勘違いしちゃうぐらい声が溶け込んでますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。で、声が溶け込んでいる最大の理由としては、じゅんくんも桜井くんも口の中の口腔共鳴の音色が中心なんですよね。声の発声方法が近いから歌声がここまで溶け込んでるっていうのが最大の理由かなっていうふうに思います。で、一番すごいなって思った部分は、音を切る位置。ここがですね、二人とも全く同じところで音を切ってます。守り抜くからみたいな。ここが一番音を切ってるポイントを2人で揃えてるっていうのが分かりやすい部分かと思うんですけど、本当に細かいところまで徹底して作り込んでるっていうところが尊敬します。やっぱりこの全員揃ってユニゾンで歌ってるところの歌のこのパワー感が最高にかっこいいですよね。一気に歌声の存在感がドンと前に出たような圧倒される雰囲気。もう一回聞いてみましょう。ほらやばいね。やっぱり嵐最強ですよね。めちゃくちゃかっこいい。特に今回はライブ映像の歌声分析なので、さらにかっこよさが伝わってきますよね。やばいね。5人一緒に歌っても、先ほどじゅんくんと桜井くんの時に言った歌声が溶け込んでいる感じを表現している。さすがのチームワークですよね。わあ、かっこいい。こうゆっくり動いているようなパフォーマンスがめちゃくちゃかっこいいですね。そう、これ。こうゆったりたっぷりとした感じがですね、僕めちゃくちゃ好きですね。かっこいい。ハイトーンのロングトーンでグッとインパクトを与えてからの音域を落として消えないラブ。最高の流れですね。高い音域をパワーのある歌声で歌うことによって聴いてる側にいい意味で緊張感を与えてくれてるんですよね。張り詰めた雰囲気というか。そして音域が落ちて消えないラブのフレーズのところは一気にその張り詰めた感じがほどけるような雰囲気っていうね、この流れ。歌声だけではなくて全員で作り上げたこの表現力も最高なんですよ。もう一回聞いてみましょう。
もう何回も繰り返し聞きたくなりますよね。ただこれ歌うとなるとめちゃくちゃ難しいですけどね。高いところから一気に音域が落ちるので、何を言いたいかっていうと音程がですね取りづらいんですよね。にもかかわらずこの安定した雰囲気を表現する嵐、長年の経験とものすごい量の努力によって表現されている歌声ですよね。でサビの後はですねジャジーなバックのサウンドに素敵な嵐のパフォーマンスが見ることができるので、アンタイトルの動画からそのパフォーマンス部分も見てください。概要欄に URL が貼ってあるのでぜひ。で今の桜井くんの声が航空共鳴の音色がものすごく分かりやすい声の表現の仕方をしてくれているんですけど、航空共鳴を中心にして歌うと喋り声の雰囲気にものすごく近くなります。もともと持っている声の魅力を前面に出しやすい発声方法っていうかね、その辺がものすごく歌声から感じ取れますよね。プラススタッカート、ここもですね非常に分かりやすい歌い方を桜井くんしてくれています。もう一回聞いてみましょう。ほら、ワンデイみたいな、かなり強めに音切ってますよね。バックのサウンドもですねここではスタッカートになっているので、そこに歌声の雰囲気を合わせて楽曲全体としての躍動感を表現してるんですよ。めちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱりジャズっぽいアレンジっていうことでところどころ難しいフレーズが入ってきてますよね。ララララ、ここのフレーズ、これ音楽の専門用語ではクロマチックスケールって言います。日本名で言うと半音階っていう意味です。この半音階をですね解説するとものすごく難しくて長くなってしまうので今回は省略しますけど、この半音階を使った部分の最大の特徴としては部分的にですね不協和音っていうものが生まれます。聞いていてスリリングな雰囲気がする音というかね。で世間一般的には不協和音って音楽上使ってはいけない音っていう風に思ってる方が非常に多いんですけど、不協和音ってそういう意味じゃないです。ジャズだったり R&B ってかなり不協和音が出てくるんですよ。でこの話を聞いてピンときた方いると思うんですけど、不協和音って大人っぽい雰囲気を表現するためには必要不可欠な音になります。ただ使い方を間違えると聞いてる側としてすごく不快な雰囲気が出てしまうっていうのも事実なので、その辺の認識が世間的に広まって不協和音っていうのは音楽上使ってはいけない音みたいなイメージが強くなったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、今のクロマチックスケールの不協和音のかっこよさ、ここをですねもう一回流すのでぜひ堪能してください。続くのここですよね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。不協和音の魅力をですね最大限発揮してくれている桜井くんと相葉くん、最高ですよね。あ、一人ずつ増えていく感じなんですね。メンバーが増えていくごとに声のパワー感も徐々に上がってくる感じ、もうドキドキしちゃいますね。あ、すごいね。ここの大野くんと淳くんのハモリ、最初は2人とも不協和音から始まってるんですよ。で徐々にレガートって言って滑らかに音を上げていって協和音と言われる聞いていてホッとする音に落ち着くっていう流れなんですよ。ここめちゃくちゃかっこよくないですか？この不協和音のスリリングでハラハラするようなハーモニーから徐々に上がって聴いてホッとする和やかなハーモニーに移り変わるっていう流れね。もう一回聴いてみましょう。くるよ。超かっこいい。
超かっこいいんですけど、ハモリ始めの音はですね、2人ともあえて外れているような音から始まってるんですよ。だからここの部分はですね、音程的に相当難しいんですよね。それを完璧にかっこいい雰囲気を表現してる歌の実力ね、すごすぎますよね。やばいね。やばいですね。ターンをしてピタッと止まって、このハイトーンでしょ？しかもこの安定感だし、最後のロングトーンもやばいし、大野くんのスーパー歌声ポイントかなっていうふうに思います。この声はですね、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声を使って歌ってますね。すごくコントロールも習得も難しい歌声です。もう一回聞いてみましょう。もう美しいロングトーンですよね。ビブラートも一切使わないまっすぐ伸ばしたストレートなロングトーンなんですよ。これが一番難しい。歌の基礎力が高くないと音って一定に伸ばせないんですよ。ビブラートを使って余韻をたっぷりと聴かせてくれるロングトーンも素晴らしいんですけど、難易度的にはですね、今の大野くんのロングトーンの方がはるかに上ですね。それで人々を魅了する雰囲気をたっぷりと感じさせてくれるっていうのがやっぱり大野くんのすごいところですよね。うん。この「Oh Never Let You Go」のリズムがですね、ものすごく僕個人的になんですけど心地いいですね。この弾んだような雰囲気がたまらないというかね。かっこいい。で、今気づいたんですけど、サビの入りの音、ララララ、ここのララ、音幅がですね、えぐいですね。ここの音幅、1オクターブあるんですよ。1オクターブってドレミファソラシドの下のドから上のドまで。この音幅を1オクターブって言います。ここまで音幅が広いと入りの音は取りやすいんですけど、一番上の音に当てにくいんですよね。音を当てるっていう表現、これ歌の専門用語なんですけど、正しい音程を取ることを音を当てるって言います。で、1オクターブの音程でラ、ラ、ラ、ラみたいな音の動きなんですけど、高いところに行ってから1個下がったところも1オクターブほどではないんですけど、音幅があるし、そしてまた一番高い音に戻るみたいなね、そういった流れなんですよ。今回のつなぐ音程レベルがですね、半端ないですね。ここだけでもう練習で苦労しそう。あ、来た来た。僕の好きなポイントね。こうゆっくりと動いていくっていうパフォーマンスがですね、たまらないです僕。やっぱりこういう各シーンでの嵐のパフォーマンス、ここもね楽しみの一つなんですよね僕。歌声分析とはまた違う話になって申し訳ないんですけど、どのパフォーマンスもものすごくかっこいいじゃないですか。特にお気に入りなのが Whenever You Call の C メロかな、このノーノノノーのところ、あそこが一番好きです。歌声分析動画も公開しているので、こちらのサムネイルの動画ですね、まだ見てない方はぜひ見てみてください。うん、このごめんなさいね、短く止めてしまって、語りたいことがねすごく増えてきてしまって、この静から動へのパフォーマンスの変化のメリハリがものすごくはっきりしているポイントでもありますよね。こういうパフォーマンスってね、ぐいぐい引きつけられちゃいますよね。そう、ここが静から動の静の部分ですよね。で、ここから一気にパフォーマンスがぐーっとね、力強くなっていくっていうね。いやー、かっこよすぎますね。そしてこのインパクトの強い消えないでラブのフレーズ。めちゃくちゃかっこいい流れじゃないですか。
でちょっとこうねのけぞってる、今ね僕がやるとカメラから見切れちゃいますけど、のけぞってる姿勢がですねめちゃくちゃ可愛いですよね。うん。いやー、今回も素晴らしかったですね。以上、嵐つなぐ歌声分析はここで終了です。いやー、やっぱりライブの嵐は最高にかっこいいですね。今回のアンタイトルで披露されたつなぐの映像を見て、先日の We Are 嵐のライブで披露されたつなぐもですね、思い出してものすごく感動しちゃいました。We Are 嵐で披露された楽曲でまだ歌声分析をしていない楽曲を中心に11月の DVD がリリースされる日まで動画公開をするっていうのもちょっと面白いかななんて思ったんですけど、ぜひねこの辺皆さんの意見をコメントで聞かせていただけたらなっていうふうに思うのでよろしくお願いします。そして8月はですねまだ公開できていない相葉くんと淳くんのですねデビューから現在までの歌声の進化の過程を分析し解説した歌声分析動画を公開する予定ですので、ぜひそちらもチェックしていただけたらなというふうに思います。これからも嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。